あなたの身近にあるその広告はもしかしたら詐欺かもしれません。1900年代アメリカのとある診療所を訪れた一人の男性。この男性は新聞の広告を見て藁をもすがる思いでとある診療所に足を運びます。男としてもう自信がなくて、大丈夫です、復活しますよ。この診療所に来られたのは正解ですね。自信をみなぎらせて答える医師の名前はジョン・ R ・ブリンクリー。男性特有の悩みを治療することを得意とする町医者です。新聞の広告やラジオから流れてくる情報によると、彼が提唱する治療法は男性特有の様々な病気を解決するというんです。果たしてその夢のような治療法とはどのようなものなのか。それはヤギの睾丸移植だったんです。20年以上も続いた常軌を逸した医療詐欺。なぜ人々は自ら治療を受けてしまったのか。そこにはヤブ医者が仕掛けた天才的な広告戦略があったんです。オーソースジンギスカン美味しいよ、ケンちゃんです。ゆみこです。本日皆さんにご紹介するのはですね、なんとヤギのゴールデンボール、つまり菌を移植したヤブ医者そこ隠さなくていいのお話なんです。本当なのそれ？なんでみんな騙されんのよ。当時のね、広告の影響力とかね、含めたね、いろんな恐ろしさがあるんですけど、どうすかメトナの皆さん、銀玉移植したことあります？早速ね、この常軌を逸したね、詐欺医者がどんな人物だったのか見ていきたいと思います。医者に憧れた男。遡ること136年ほど前の1885年、アメリカノースカロライナ州で一人の男の子が産声を上げます。名前はジョン・ロミュラス・ブリンクリー。幼くして両親を病気で亡くし、10歳にして孤児となります。叔母に引き取られるんですが、経済的な余裕はなく貧しい暮らしを強いられたんです。そんなブリンクリー少年には夢がありました。それは医者になること。幼くして病気で両親を亡くしたことが影響していたのかもしれません。しかし家が貧しいため大学に行く学費などはありませんでした。ブリンクリーは16歳で電気通信技術者の助手として働き始め、20歳の時に1歳年上の女性と結婚、子供も授かることができました。幸せを手に入れたかのように思えるんですが、ブリンクリーにはある心残りが。医者になることを諦めきれずにいたんです。そこでブリンクリーはあることを始めます。それは医者のふりをして薬の販売をするということ。いや怖っ。当時は薬の販売規制が緩く、メディシン商という商人が薬を売るために路上でパフォーマンスをする見せ物が流行っていたんです。どういうこと？ブリンクリーはこのメディシン商に目をつけ、医者を演じながら精力増強剤の販売の旅をしていたんです。当時のメディシン商はですね、ちゃんとした医者じゃないね、ただの商人がね、薬をね、売りさばくね、パフォーマンスみたいなのもあったんで、実際効能のない薬もね、結構あったんです。そういうのも見せ方次第で売れちゃうんだもんね。医者のふりをして薬を売るという、なんとも自己満足の域を出ないことを続けるブリンクリーでしたが、彼は次なる行動を起こすんです。26歳の時、医科大学で学位を取ることにしたんです。彼は早速ミズーリ州にある大学に行き、100ドルを支払います。すると大学の職員は医学修了証をブリンクリーに手渡すんです。この謎の取引は一体何なのか。なんとブリンクリーは大学から学位を買ったんです。学位ってそんな簡単に買えるもんなの？当時のね、アメリカではね、ディプロマミルっていうね、組織があってですね、めちゃくちゃ簡単に言うと、偽の大学機関なんですよ。今のね、日本だと、学校の法人とか設立するのにね、政府のね、認可が必要なんで、無理なんですけど、当時のアメリカではね、裏ではそういう組織がいてね、平気でね、学位をね、バンバン発行して与えてたんですよね。ブリンクリーは偽大学から学位を買った後、早速商売を始めます。まず彼がやったのは、精力低下に悩む男性を治療することでした。その治療とは1回700ドル、日本円で約7600円の注射をするだけ。しかしこの注射実は単なる着色水なんです。この医療詐欺はすぐにバレてブリンクリーは逮捕されてしまいます。当たり前ですが、学位を持っていても医師免許を持っていないと医者とは言えないんです。出所したブリンクリーは正式な医科大学へ入学することを決意。熱心に勉強して卒業することができました。これにより正真正銘医療行為ができるようになったんです。そしてブリンクリーはある新聞広告を見つけます。それはカンザス州ミルフォードが医者不足で町医者が必要だというものでした。早速ブリンクリーはこの地に引っ越し、33歳で診療所を開業。当時世界中で大流行していたスペイン風邪から多くの人々を救うんです。いいやつ。こうして町のお医者さんとしてね、信頼を得たね、ブリンクリーだったんですが、あることがきっかけでまたもや詐欺の道に戻ってしまうんです。真摯な働きによりミルフォードの地元民から信頼を得たブリンクリー。ある日、患者からこんな相談を受けます。精力を戻すいい方法はないかね。するとブリンクリーはすぐに公開しました。ヤギの睾丸を移植したらいいさ。
何言ってんだこいつ。当時ヤギは勢力が強いと考えられていたんですが、もちろんヤギの睾丸を移植したところで勢力を取り戻すことなどできません。そう、ブリンクリーのこの発言はただの冗談でした。しかし後日ブリンクリーに相談した患者が再来院。患者は相当悩んでいたのか、すぐにヤギの睾丸を移植してくれ、そう訴えたんです。なんでやねん。ブリンクリーは患者の勢いに押され早速手術を開始。いや、なんでやねん。患者の下半身にヤギの睾丸を移植したんです。だからなんでやねん。そして手術から2週間後、ブリンクリーの元に驚くべき知らせが舞い込んできます。なんとヤギの睾丸を移植した患者が勢力が戻ったというんです。効果あんじゃない。いや違うんですよ。実質はね。実はね、この患者はね、ヤギのね、ゴールデンボールをね、移植したことによって、プラシーボ効果があったんではないかと言われているんです。プラシーボ効果とは、というわけで本日のメトラキーは、プラシーボ効果とは、思い込みによって怪我や病気が治る現象のこと。プラシーボは偽の薬という意味なんですが、元はラテン語で喜ばせるという意味の言葉から来ているといいます。中世フランスでは難病の患者を喜ばせて苦しみを和らげることと定義されていました。2016年にイスラエル工科大学のベン・シャナン博士がこんな論文を発表するんです。それは脳の報酬中枢が活性化することで免疫力が高まるという内容だったんです。報酬中枢とは欲求が満たされた時や満たされることが分かった時に活性化し、快楽を与える神経なんです。この薬は効くという期待が報酬中枢を刺激し、免疫系が活性化することで症状が改善する可能性があるんです。つまり期待があればいいので、プラシーボ効果は薬以外でも発生します。小さい頃に怪我をした時、親や先生から痛いの痛いの飛んでけと言われた経験がある人も多いと思います。これもプラシーボ効果の一種なんです。ショック。ブリンクリーが行ったヤギの睾丸の移植手術はもちろん効果がないものなんですが、手術行為そのものがプラシーボ効果を促す作用があったんです。骨折した患者に何も知らせずにダミー手術をする実験が行われたこともあるんです。医師や看護師は手術をしている演技をしているだけで医療行為を何もしていないんですが、患者は手術されていると思い込んでいる状態なんです。このダミー手術後、なんと患者たちは通常の手術と変わらない回復を見せたというんです。気持ちって大事なのね。とはいえね、詐欺っすからこれ。ブリンクリーがね、ヤギのね、お銀玉をね、移植してるのはどうも言ってるわ。そして彼はとんでもない詐欺をね、もう巧みな広告術を用いてね、世の中に広めていってしまうんです。ブリンクリーはヤギの睾丸移植が金になると味を占め、新聞の広告欄やポストに直接投函する方法で宣伝を開始。がめついな。ヤギの睾丸を移植し勢力が戻ったという話題は瞬く間に街中に広がります。みんな悩んでたんだね。広告の内容はブリンクリーが赤ちゃんを抱いている写真。実はこの赤ちゃん、ヤギの睾丸移植をした患者の子供なんです。この広告の効果は凄まじく、ヤギの睾丸が効くのかと悩める男性から依頼が殺到。1回の手術費用はなんと100万円。かなり強気の値段設定でしたが、依頼が途絶えることはありませんでした。この手術のおかげで知名度も収入も加速度的に増えていったブリンクリー。しかしそのせいでとんでもない団体に目をつけられることになるんです。どんな団体なの？ブリンクリーのね、医者生命を脅かす存在なんですよ。とうとう裁かれちゃうわけ？ブリンクリーはね、ここでね、ある才能を開花させてね、逃げ切るんですよ。漫画みたいな感じ展開じゃないですか。新たな才能。ヤギの睾丸を使った精力治療はアメリカ中で話題になったんですが、有名になりすぎたことが原因である団体に目をつけられます。それはアメリカ医師会。アメリカ医師会とは現在も大きな力を持つ団体で、医学教育の向上を目的としたアメリカ最大の医師会なんです。彼らは怪しげな医療行為の実態を明らかにするため、ブリンクリー調査団を結成。なんか進撃の巨人みたいだよね。そしてその筆頭医師がモリス・フィッシュベインという人物でした。フィッシュベインは移植手術をした患者のその後を調査。その調査をもとにアメリカ医師会が出した見解は、ヤギの睾丸に効果なし、ブリンクリーの治療は危険。フィッシュベインの調査で分かったことは、重症患者と死者が続出しているという事実だったんです。ヤギの睾丸は勢力増強には効果はないんですが、実は移植したところで命の危険もないんです。良くなかったのは手術環境。外科が専門でないブリンクリーは無菌対策が十分でないまま手術を行っていたため、感染症にかかる患者が続出したんです。効果がないどころか命すら奪うブリンクリーの治療。アメリカ医師会のフィッシュベイン医師は世の中に警告を呼びかけます。ブリンクリーの医者生命もここまでかと思いきや、彼は一筋縄ではいかない男。アメリカ医師会の警告を上回る宣伝をすればいい。そこで目をつけたのは
ラジオ。なんとブリンクリーはラジオ局を開設し、自身が DJ となりヤギの睾丸を宣伝しまくったんです。ただヤギの睾丸を連呼しても効果はありません。そこで彼は視聴者の性的な悩みを聞いて答える番組を制作し、どんな番組？回答の中で巧妙に自分の治療をアピールしていったんです。このラジオ番組は大人気になり、アメリカ医師会の警告にもかかわらず議員や大学長、さらにはハリウッドセレブも移植を申し出るほどになったんです。まさかの才能発揮してんじゃないの？いや、今のラジオでもこういうのあるわよ、普通。現在のねラジオのね放送のこの文化っていうのはブリンクリーがねきっかけでもあったと言われてるんですね。そうなの？まあここでね意外な才能を発揮したねブリンクリーだったんですが、まあここからね彼とねフィッシュベインの壮絶な戦いが始まっていくんです。フィッシュベインがブリンクリーの暴挙を黙って見ているはずはありませんでした。アメリカ医師会の威信にかけて何としてもブリンクリーを止めるべく調査を続けます。そしてついにフィッシュベインはブリンクリーの弱みを握ることに成功したんです。それが過去に金で学位を買ったことという事実。そしてブリンクリーは39歳の時、ディプロマミルから学位を受けたとして起訴されるんです。逮捕されればさすがに医療行為は続けられません。誰もが万事休すかと思いました。しかし逮捕直前になり、ブリンクリーの身柄を警察に渡すことを拒否した人物がいました。その人物とはブリンクリーの診療所があるカンザス州の知事。ブリンクリーの診療所が人気になり、多くの人が訪れることで地元経済が活発になるんです。多額のお金をもたらし、地元を活性化させるブリンクリーを手放したくはなかったんでしょう。しかしフィッシュベインはまだ諦めません。ブリンクリー批判の記事や被害者インタビューを医師会誌に投稿しまくるんです。しかし主に医者が見る雑誌と公共の電波に乗るラジオ、どちらの影響が強いかは明白です。結果フィッシュベインの主張はブリンクリーのラジオに書き消されたんです。現代でもこういうのあるわよね。なんか、医学的根拠ありませんとか言われてんのにさ、流行っちゃうやつさ。飲んだらあれがちょっと大きくなるとか、いろいろありますよね。さてね、医師会の警告をものともしないねブリンクリーだったんですが、ここでとうとうねフィッシュベインが彼を追い詰めていくんです。宣伝パフォーマーブリンクリーと地道な調査員フィッシュベイン、2人の決着がついたのはブリンクリーが45歳の時。フィッシュベインの地道な調査が功をなし、ついにブリンクリーの医師免許が剥奪されることになったんです。さらにはラジオ放送免許も剥奪。理由は性的な悩みに答えるという番組内容が卑猥すぎたから。今更？しかしこうなってもブリンクリーは引き下がりません。ブリンクリーが考えた次の一手は州の医療委員会のメンバーになること。医療委員会とは州ごとに設置されている医師免許を管理する組織。アメリカは州ごとに法律が異なるため、それぞれの州で医師免許を管理しているんです。つまりブリンクリーは医療委員会のメンバーになれば医師免許を取り戻せると考えたんです。委員会のメンバーを指名するのは州知事の権限。そこでブリンクリーはなんと州知事選に出馬するんです。しかしこの時すでに州知事選は始まっており、ブリンクリーは途中参加となりました。そのためブリンクリーだけ投票用紙に名前がなく手書きで名前を書き込んでもらうことになるんです。ちょっとかわいそう。この非常事態にブリンクリーはヘリコプターで投票会場に到着するなど派手なパフォーマンスで知名度を上げるんです。この宣伝はまたしても絶大な効果を発揮し、有権者はこぞってブリンクリーの名前を投票用紙に書きます。その結果は惜しくも落選。実は手書きで名前を書く投票方法が穴になるんです。名前の記入ミスによる無効票が多く、この無効票が含まれていれば当選していたんです。こうして完全なる敗北を喫したブリンクリー。彼は診療所を部下に任せ、自分はメキシコ国境付近へ撤退。こうして残りの半生を身を潜めるようにして生きるのかと思いきや、まだ彼は諦めていませんでした。ブリンクリーは予想外の職業に舵を取り始めるんです。その職業とはラジオ DJ。 なんでやねん。最初さ、医者の話だったわよね、これね。今日ね、ラジオ DJ の話なんで。そうなの？ブリンクリーね、仕事も免許も全部失ったんですけど、そこまでに金めちゃくちゃ稼いでたんで、こっからね、もうラジオのね、礎をね、歴史のもう始まりですよ。ラジオの先駆者。メキシコ国境付近に引っ越したブリンクリーは再びラジオ局を開設。遠くの人にまで声を届けたいと強力な信号を用意したんです。どれくらい強力かというと、電話の通話電波に番組の電波が混じってしまうほどでした。地元住民はブリンクリーの放送を聞くのにラジオさえも必要とせず、金属フェンスなどを通じて放送を受信したそうなんです。さらにはラジオの収益化も開始。ラジオの放送枠を広告主に販売し始めたんです。また自分の番組内ではオリジナルの商品を発売。本物っぽいダイヤモンドやイエス・キリストの直筆署名入りの絵画など新しい詐欺商品を生み出していったんです。もう詐欺の天才。
トークだけではなく音楽を流すようになったのもブリンクリーが最初なんです。彼のラジオ局の立ち上げに貢献した歌手を頻繁に登場させました。ブリンクリーのラジオから当時のミュージックスターが輩出されることもあったんです。 DJ 活動が増えたブリンクリーですが、一応診療所の経営者でもあるんです。時には自宅を離れ泊まりがけで診療所に行くこともあります。そこでブリンクリーは事前に収録をすることで毎日欠かさず放送を続けていました。ブリンクリーは今で言うね、コマーシャルとかラジオショッピングとかね、音楽番組とかね、前撮りとかね、いろんな概念をね生み出していったね、結構ねクレバーな、やつなんですよ。最初からこっちやってればよかったじゃない、本当に。メキシコでもラジオ DJ として成功を収めたブリンクリー。自信を取り戻した彼は積年の問題を決着させようと動きます。そう、それは宿敵フィッシュベインを倒すこと。ブリンクリーはフィッシュベインを名誉毀損で告訴、ヤブ医者の汚名をフィッシュベインと共に葬ろうとしたんです。しかし下された評決は、ブリンクリーは偽医者とみなされるべきというもの。自身が批判されることになったんです。この評決をきっかけにブリンクリーは医療ミスで訴えられまくるんです。判決はいずれも有罪で賠償金が積み重なります。さらに脱税捜査に入られ出費は増えるばかり。そしてブリンクリーが56歳の時、とうとう破産を宣言。今度こそ本当に医療業界、ラジオ業界からフェードアウトしたんです。最後はね、フィッシュベインが勝ったのね、これね。勝ったっていうかブリンクリーの自滅説もね、あるんですけど、ブリンクリーはその後3度の心臓発作に見舞われ、血行不良により片足を切断。多くの男性の睾丸を切除したツケなのでしょうか。破産宣言の翌年、一文なしで心不全により死亡しました。人を騙し巨額の富を築いたブリンクリー。彼の所業は許されるものではありません。しかし現代のラジオ文化があるのは彼の功績。彼は詐欺師であり偉大な先駆者なんです。